いや、それで逆に相手を見つけるの難しいってことです。そうですね、選びすぎて難しいです。どうしたいのかっていうのも分かんないから、そういうとこはちょっと苦労するかなと思います。連絡してそうしたいけど無理だよねってとか分かってほしいかもしれない。Hey guys, it's CATHY on the streets of Tokyo. Today I'm gonna ask for you Japanese girls what problems they have when dating boys here in Japan. We might want to take notes. And don't forget to hit that subscribe button now so you don't miss any future videos here from Japan. Let's go and ask Japanese girls. 特に女性が恋愛すると特に苦労してることは何でしょう？自分より身長がとかいろいろ条件を作りすぎかな。結構なんか日本の男子そういう条件あったりとかする人が多いんですか？私が選びすぎて自分が逆に厳しすぎですか？厳しすぎるんかな。例えば何の条件があるんですか？例えばなんだろう、自分より稼いでる人とか、やっぱ自分より身長が高いとか、顔がね好みのはい、とか、体型は細マッチョとか、そうファッションが共有できる人とか限りなく出てきますけど。いや、それで逆に相手を見つけるの難しいってことです。そうですね、選びすぎて難しいです。逆に今それを聞いちゃったら聞いていいですかね？それ自分も結構厳しいんですか？でも同じ感じですよね。やっぱりずっと一緒にいられるからこそ選ぶのは厳しいってことですかね？先を結婚とかを考えちゃうんで、ね、条件が上がりがちですね。今はもう厳しく選ぶけど前はそんな厳しくなかったとかそういうのことですか？もうちょっとノリじゃないけどなんか軽く付き合えてたような気がします。プレゼントに困る。どういうことですか？なんだろう、女性はコスメとかもらったら嬉しいじゃないですか。男性ってそういうのがないから困る。何をあげていいか分かんない。私の場合はなんだろう、相手の好きと自分の好きがすれ違うことが多い。例えば何ですか？自分が10好きだったら向こうが半分好きなのかなとか思っちゃう。愛情表現下手くそ？日本の男性は不器用な人が多いかな。本当に私のことちゃんと思ってるのはかなとか思っちゃいますね。付き合いたてとか付き合う前とかはめっちゃこうガーって来てくれるのに、付き合ったらもうなんか、結構あるパターンですか？日本にはあるパターンですね。なんか結局リードするのが女の人だから、なんかその清潔を直そうとかもお金を稼ごうとかも今の感じだと女の人が先に提案してやるじゃないですか。だから男の人はなんかちょっとついてくるって全然積極的じゃない。日本の男子はもうちょっとバックみたいな感じですかね？その女性に任すみたいな、自分の意見を言わないから好きかも分かんないしどうしたいのかっていうのも分かんないから、そういうとこはちょっと苦労するかなと思います。さっきも言いましたけど付き合ってからはもう分かんないっていうだけ一回聞いたんですけど、釣った魚には餌あげないってそれですそれです、だから一回付き合うとなんか日本の男子がちょっと頑張りなくなっちゃうみたいな多いって聞いたんですけど。そうなんですよ。安心しちゃうから付き合えたことにそれ以上がないみたいな。もういい、なんかまずはすごいいいレストランで付き合ったらなんかファミレスみたいな。ある連絡かな。どういうことですか？仕事で忙しい時に連絡ちょうだいとか言われるとちょっと難しい。自分はちゃんと頑張ってるなのにそう連絡してそうしたいけど無理だよねってとか分かってほしいかもしれない。どういった仕事してるんですか？ペットショップ。じゃあ手離せないんですよね。相手学生ですか？と思うけど、なんかサラリーマンとかだと携帯いじれたりとかするから。確かに、でもバイトはいじっちゃう。そういじれないからっていうとこはあります。付き合うことがめんどくさい。例えばどういったところがめんどくさい？なんか会う予定があるのにその次の予定とかを立てられるともう会うじゃん手前にってなっちゃう。でも一回会うのになんでまた来週の約束するのってなるぐらい会うのがめんどくさい。
次はみたいな。でもまだ会ってないじゃん、1回も。そうそう、向こうが結構ガツガツだとしんどい。ちょっとベタベタ。もうしんどい。じゃあ、その次の約束を立ててなくて、なんかいつ立てればいいんですか、その逆に約束。で、遊んだ後また次会いたいと思った時にいつにするみたいなだったらいいんですけど、そう遊んだ帰りに次いつにするって今日遊んだじゃんってなるからそうだね、遊んだばっかりじゃんみたいな。なっちゃう私は。最近男の人も化粧するからで女の人だけじゃんっていうのはある。すごい男の人まで綺麗にならないでっていうのはすごいある。そこまでやめてみたいな。それはもう女の子のなんて言うんだ、女の子しかできないものみたいな感じがあったのに、男の人までなっちゃうとこっちのメイクの腕とかまでなんか磨かなきゃいけないみたいになっちゃうからプレッシャーが上がる。なんかノーメイクで普通に過ごしてたのになんかしなきゃいけないのかなみたいなとかなっちゃったりする時があるかもしれない。逆に自分はもう今日はちょっとすっぴんでいいやと思ったり、もう彼がメイク使っしたらちょっとやばいと思う。ないと思うけど自分すっぴんなのに彼氏がメイクしてきたらちょっと嫌だな。結構日本でメイクする男性いるんですか？います。最近なんか韓国でその感じから流行ってるのかなんかいます。まあファンデーションとかも当たり前みたいな。ファンデーションあとカラコン？カラコンはねもうカラコンはもう絶対つけてるよね。今まで女の人だけだと思ってたけど男の人もつけてるしね。アイライナーとかも全然ね、普通に男の人でもメイク道具買いましたみたいなとかはもう普通にあるから、あすごいメイクだから逆になんか勉強になることもある。逆にこうやってやればこうやって見えるんだみたいなとこもちょっとあったりする。お互い勉強みたいな。そうだ勉強みたいなとこある。でもなんか男性の人がメイクすると女の子っぽくにはなっちゃう。女装メイクみたいなのやる人もいるんで、でもなんか顔立ちがはっきりするみたいな。お人形さんみたいな顔になるんだよね。鼻高く見えたりとかそういうなんか女の子でいうチークっていうのじゃなくてなんか顔立ちをすっきりさせるようなメイクをしてるから目がパッチリとか。逆に男性がすっぴん男子とメイク男子イケメンどっちにしますか？いや私ごめんなさい、化粧男子が好きなんで化粧男子 OK かな。化粧はしないでほしい。もう思いっきりスポーツして汗かいて大丈夫な人とかがいい。それでなんかパンツとか落ちてきちゃうとすごい萎えちゃう。なんかあれじゃない？この服前着たから違う服着なきゃなみたいなんで、じゃあちょっとそろそろなんか全部着てるから買おうかなみたいなので結局いっぱい洋服買っちゃうみたいなのはデートのために今ちょっと自分の持ってる服を増やさないと。そうかもしれない、買っちゃうかも。お金かかる。はっきり言いすぎるとわがままになっちゃうのか、でも濁しすぎるとわかんないから言ってよみたいなのはめんどくさい。なんかこれやりたいあれやりたいばっか言ってるとこの子わがままみたいな。どれぐらい自分の言いたいことは言っていいかどうかわかんない。そう重いとかそういうことだって重いってどういうの？束縛が半端ないとか、男の人と連絡取らないでとか、メールしないでとか。そうか、相手がすごい嫉妬してしまう感じってこと。そういうことだよね。そうです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 。ある人はあるよね。逆に怖い。怖いですよね。結構取りたがる人とか私めんどくさいかも。 LINE 毎日しないと嫌だとか言われるとってなっちゃう。逆になんで今日なんか返信返ってこなかったのみたいな。もうめんどくさい間違いないない忙しいしこっちもみたいななっちゃう。逆にどうしてほしいですか、連絡の取り方。もう1日に何通かでいいぐらい好きだったら10は多い私は。5、6かな、好きだったら。たまにみたいな、おはようみたいな。おはようはいらない。挨拶はいらないかな。日常のそのおはようとかお休みとかは別にいらない。今なんか面白いもの見つけて写真撮って送るの。そういう系かな。じゃあありがとうございました。ありがとうございます。So, where do girls in Japan have a hard time when they date guys? The one thing that many girls said is that Japanese boys don't express their emotions as clearly as maybe they have seen it, for example, in American movies, where everything is very romantic and men are able to express their emotions in grand gestures. But in Japan, many of the guys actually don't do that. They don't talk about it that much, and so they don't know how the other person feels about them. So that seems to be a big issue. There is not so much communication about love
Love, love, love. Also, there might be some very grand gestures while the guy is still courting the girl, saying like before they actually started going out, like while they're still going on dates, they go to fancy restaurants, they really put a lot of effort in. But once you start going out, that's not there anymore, and they call it tasakana wa esa agenai, which means like the fish that you actually caught, you don't feed that fish anymore. And that seems to be a big thing, because I heard lots of people say that. It seems to be a big thing in Japan that the guys don't put as much effort into it once they start dating. So then one of my colleagues, however, she said, well, you know, you have to give them a reason to feed the fish again. So might be a big problem there. And another thing is that boys are getting too pretty. Now that really surprised me that loads of boys are wearing makeup. I must say, in my circle of friends and acquaintances, I barely see that, apart when I go to the Harajuku Fashion Walk, because apparently, well, obviously everyone is very, very fashionable. You've seen it on my channel when I take you on the walk with all the people dressed up in crazy stuff. That makeup there is totally normal, but on a general common base, or even in my company, I can't see any guys wearing makeup, to be fair. So that's maybe just their circle of friends. Other thing is that they don't know what gifts to give to guys, that they don't want to be too selfish, come across as too selfish, making too many requests. And again, many are thinking of marriage, so when they're already thinking of marriage, going out with someone, they will be a bit more selective and date differently than when they're very young and they don't think about marriage just yet. So what is really hard when you're actually dating a guy in your country? Is there any problem? Guys, do you see any problems that girls might have with guys dating? Or girls in your country, what is really hard when you're trying to date a guy? What would you wish it wasn't like that? Or what thing you'd like to have a little bit of help with? Let us know. Looking forward to reading your comments. Don't forget to subscribe if you're new to our channel, and leave a big like on the way out. Hope you have a great day and catch you soon on Ash Japanese. Bye!